はいどうも、ティルクロのたかしです。今回はね、大須のね、古着屋さんを紹介する動画を撮っていきたいと思います。前回は大須の南側、東仁王門通りあたりの古着屋さんを15店舗紹介しました。今回は南西のエリアを紹介していこうと思います。パート2でまず初めに向かっているのがサボテン用品店というお店です。こちらは安価でレギュラー古着が買えるお店で、学生など若い方がよく買い物をしている印象です。メンズレディースの両方取り扱いがあります。安く古着をディグりたい方にはおすすめです。続いてバズさんを紹介します。こちらはサボテン用品店さんの上の2階と3階にあります。バズさんと先ほどのサボテン用品店さん、そしてパート1で紹介したデビリッシュヌードさんは全て同じ系列のお店になります。なのでたまに全てのお店で同時セールをやったりしています。ここからさらに南の方に行って次は小梨さんに向かっています。こちら行ったことはないのですが、インスタグラムを見ていてセレクトショップのようなおしゃれな内装のお店という印象です。建物の2階にお店があり、アイテムはカルチャー感あるものから個性的なものまで幅広く取り扱っています。ここまで18店舗の古着屋さんを回って大須通りまで来ました。ここをさらに西の方に進んでいって、次はまたたびさんに向かいたいと思います。またたびさんはヨーロッパを中心に海外で買い付けたヴィンテージ古着を取り扱っているお店です。お店は階段で建物の3階まで上がるとあります。有名ブランドのヴィンテージなどスペシャルなアイテムも取り扱っています。続いてコーパルヴィンテージさんに向かってます。こちらは去年の9月にオープンした比較的新しい古着屋さんです。海外買い付けした古着やアクセサリーなどセンスあるアイテムが並んでいます。個人的にかなり好きで、綺麗めに古着を着たい方には特におすすめです。次は大須観音の方に向かっていってアンクル B さんに行きました。こちらはアメリカ古着からインテリア小物、雑貨まで取り扱っており、個性あるアイテムたちから掘り出し物を探すのが楽しいお店です。古着はメンズが多い印象ですが、女性のお客さんもたくさんいます。店員さんがフレンドリーに接客してくれてとても楽しい古着屋さんです。次にジパングさんを紹介します。こちらはレディースの古着屋さんで、その名の通り日本産の古着を中心に取り扱っているお店です。昭和レトロな雰囲気の古着から雑貨まであります。次にアンウェーブさんを紹介します。こちらのお店はヴィンテージからレギュラーまで幅広く取り扱いがあり、古着好きはぜひ行ってみてほしいお店です。特にヴィンテージのアイテムは状態も良く、デッドストックのアイテムも多いです。また店内も広くゆったり買い物が楽しめておすすめです。やっと大須観音まで来て、次はパノラマストアさんに向かっています。パノラマストアさんはアメリカ古着を中心に海外で買い付けした古着を取り扱っているお店で、建物の2階にあります。古着屋さんといえば雑貨が多くごちゃごちゃした内装のお店が多い中、広くて清潔感のある内装が印象的なお店です。続いてクリーミーさんを紹介します。先ほどのパノラマストアから徒歩5秒で着くほど近くにあるこちらのお店ですが、打って変わってこちらは店内にとてもたくさんの雑貨があり、大きな子供部屋みたいな雰囲気の内装になっています。レギュラー古着がとてもリーズナブルな価格で売られており、宝探しをする感覚でショッピングを楽しめます。デニムがサイズごとに分けられて棚に陳列されており、探しやすかったです。次はメトロポリタンさんに向かっています。こちらはカラフルでレトロな雰囲気のアイテムを多く取り扱っており、特に柄物のワンピースやシャツが可愛いです。また壁が青色で塗られていて、海外のお店に来たような気分にさせてくれます。レディースがメインですが、メンズのアイテムもあるので、細身の男性にもおすすめです。はい、ということでパート2では11店舗紹介しました。パート1も含めると26店舗ですね。でも実はまだ半分も紹介できてないんですよ。大須って本当に古着屋さん多いですよね。まだまだたくさんの古着屋さんを紹介していくので、次回以降もぜひ見てください。それではまた。じゃあね。